おはようございます。僕は今佐賀県佐賀市に来ています。後ろに見えているのが佐賀駅です。ここ佐賀市は佐賀県の県庁所在地で、人口はおよそ22万人の都市です。今回はそんな佐賀市を観光していこうと思います。今佐賀駅の北口に来ました。佐賀城とか県庁があるのは南口の方なんですが、北口のエリアで先に行きたいところがあるので、そこから先に行こうと思います。今先にあるのが佐賀駅の北口ですね。で、佐賀駅からまっすぐ目の前にあるのがサンライズロードですかね。そこを歩いてきます。まず最初にやってきたのはクスクスというパン屋さん。おしゃれな外観でパッと見は最近できたカフェみたいなんですが、実は創業1954年、地元で長く愛されてきた老舗のパン屋さんなんです。朝食用のパンを買いました。パンを買うと無料でコーヒーもいただけるのでいただきました。いやー、いい朝ですね。まずカレーパンをいただきます。出来たてをすぐ食べるのが一番いいですね。あともう一つメロンパンです。メロンパンも有名みたいなので、いや美味しい。いや朝はやっぱパンですね。ご覧のようにイートインスペースも広々としていて、すごく快適です。クスクスというパン屋さんで朝食を食べてきたんですが、めっちゃ美味しかったですね。パンの種類もめっちゃ多くて、しかも結構リーズナブルで、本当はもっと食べたかったんですけど、ちょっと我慢しました。駅前にある県道264号線ですね。整備されててかなり広々としていますね。さあ続いてやってきました。後ろに見えてるのが佐賀アリーナですね。何でも九州最大級の多目的ホールだそうです。佐賀駅北口のサンライズ通りを歩いていくと、このアリーナがありますね。今日は平日でイベントもないので誰もいないですが、トイレはすごい広々しててめっちゃ綺麗でしたね。こういったオープンデッキのスペースも隣にあって、すごく気持ちがいい場所ですね。こういった感じでサンライズパークっていう複合的な公園になってますね。で、佐賀アリーナとか佐賀スタジアム、競技場とかが、テニスコートがあります。こちらがサンライズタワーですね。佐賀市出身のアーティスト宮崎健介さんがデザインした作品で、サンライズパークのシンボルになってます。実際にスタジアムの照明としても使われています。そして目の前には佐賀スタジアムがあります。今アリーナの入り口の2階部分にいるんですが、スタジアムを取り囲むようにランニングコースが設置されていて、なんというか都会的というか都市型の公園という感じがしますね。いや、全体的に整備されていてすごく気持ちがいいです。ちょっと次はさらに北に行きたいので車を借りて移動します。佐賀アリーナから車を15分ぐらい走らせて川上峡というところにやってきました。ここはご覧のように鯉のぼりが川にかかって綺麗なところです。ここ川上峡では毎年5月の子どもの日に合わせて加瀬川に架かる勧進橋の前におよそ300匹の鯉のぼりが飾られます。この場所は九州の嵐山とも呼ばれているみたいで、風光明媚な場所ですね。まさに春といった感じでめちゃくちゃ気持ちがいい場所です。鯉のぼりも結構顔が違くて、よく見るとデザインもいろいろ変わってて、それを見るのも結構楽しいです。風がなびいていい感じになってきましたね。川の向こう岸にある旅館もすごく良さそうで、めちゃくちゃ落ち着いて、この場所すごい好きです。そしてこの川上峡のほとりに佇むのが淀姫神社です。淀姫神社はかつての佐賀と長崎を合わせた肥前の国の一宮に選ばれた神社です。なので由緒ある格式高い神社ですね。ご祭神は神宮皇后の妹とされる淀姫の命。安産や縁結びのご利益があると伝えられています。淀姫神社の大クスノキです。
いやー大きいですね。樹齢1400年だそうです。幹の中に大きな石みたいなのが取り込まれてますね。これだけでも長い年月をかけてできてるってのが分かりますね。いやー川上峡のどかでいいところですね。川上峡の銘菓白玉まんじゅうっていうのを買ってみました。購入したのは白玉まんじゅうの老舗常盤屋。こちらの白玉まんじゅうは無添加で、使っているのは佐賀県産のお米と小豆、砂糖、ほんの少しの塩のみです。シンプルな白玉まんじゅうですね。めっちゃうまい。なんていうか素朴な味なんですけど、若干塩気があって甘さとしょっぱさがすごいいい味になってます。川上峡と淀姫神社を観光してきました。これからまた駅の方に戻って今度南側を探索していきます。今佐賀駅の北口サンライズ口に戻ってきました。次は南口のエリアを探索していこうと思います。こちらが佐賀駅の南口、佐賀城口ですね。駅の隣にはコンボックスという複合施設があります。駅前には3体のブロンズ像があります。この3人の中でも特にこの真ん中の方、佐賀には欠かせない人物です。佐賀藩10代藩主の鍋島直政公です。幕末の近代化の立役者として知られている名君ですね。駅南の通り道を歩いていきます。佐賀駅は南口も北口もどっちもすごい整備されてて綺麗ですね。すごい快適です。さあ駅南の交差点にやってきたんですが、ちょっと変わった広場がありました。佐賀にゆかりのある偉人たちのブロンズ像が立ち並んでますね。特に有名なのはこの人ですね。大隈重信。これ一人一人紹介して並べようと思ったんですけど、ブロンズ像だから顔がそっくりなんですよね。なのでちょっと多分違いが分からないのでやめておきます。佐賀銀行のこの特徴的な屋根の前にはまたブロンズ像がありました。佐賀県唐津市出身の辰野金吾ですね。近代建築の巨匠として唐津の動画でも紹介したと思います。佐賀の街を歩いているとこういった恵比寿像がところどころにあるんですよね。これも面白いです。さあ駅前を歩いていると商店街の入り口が見えてきました。商店街の入り口のところにお堀がありますね。佐賀城下実験堀という名前らしいですね。こういうふうに現在の地図とその下に古地図が載ってて見比べられるようになっているのもいいですね。昔はこんな城下町でこういうふうになっていたと。佐賀城の本丸があって、こういうふうになっていたよと。いいですね。この掲示10軒なので約20メートルの堀になってます。白山商店街です。ここはちょっとしたアーケード商店街っていう感じですかね。別のアーケードに接続してるみたいです。商店街とか居酒屋のマップになってるんですけど、すごいですね。こんなにひしめき合ってる、こんなのあんま見たことないな。佐賀の駅前の道をずっとまっすぐ歩いてきてやってきました。佐賀バルーンアートミュージアムです。ここ入ってきます。秋の佐賀といえば世界有数のスケールで開催される佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。その熱気球の魅力を一年中体験できるのがここ佐賀バルーンミュージアムです。施設内では実際のバルーンの展示や操縦体験ができるフライトシミュレーター、大会の裏側を紹介する映像コンテンツも充実。子供から大人まで佐賀が誇る空の祭典を見て触れて学べるスポットです。バルーンシミュレーターがあるんでちょっとやってみますか。どういうこと？やばいやばいやばい、どういうことかよくわかんない。なるほど、ここに調整するとむずいな、ゲームが。C ランクです。S 行く人はなかなかいないですかね。結構こなして一生懸命なんかいる人はいるらしいですけど、あんまりできるようにしてたら。ありがとうございます。なんかコインをゲットしました。いやー取れなそうだね。
お、マジで結構簡単に優しいね。カードをゲットしました。いや、なんかコンパクトだけど楽しかったですね。バルーンミュージアムに行ってきました。フェスティバルに見に行けなくても、ああいった常設展示で体感できるのはすごくありがたいですね。楽しかったです。こちらは旧嬉野家の武家屋敷の門。切妻造りの本瓦葺きで、鬼瓦に水の文字が入ってますね。ここは松原小道っていう風に言うらしいんですが、すごく雰囲気が良くていいですね。永遠と散歩してられますね。めちゃくちゃ気持ちがいい場所です。さあ、続いて長崎街道にやってきました。さっきのバルーンミュージアムがここで、こう歩いてきたんですが、この赤い点線が長崎街道ですね。江戸時代に小倉と長崎を結んでいたそうです。こんな感じで長崎街道の柳町というエリアは歴史的な建物とかが残っていて、風情がある街並みになってますね。赤レンガも当時のそのままって感じなのかな。時代を感じさせていいですね。散歩が想像以上に楽しいですね。佐賀市、旧古賀銀行ですね。佐賀市の重要文化財になってます。で、こちらではご飯も食べられるそうなので、ここでお昼にしたいと思います。旧古賀銀行の中にあるのがカフェレストランロマンザ。クラシックが流れる落ち着いた空間でランチやカフェが楽しめます。そして今回いただくのは佐賀のご当地グルメ、シシリアンライス。ローストビーフに新鮮な野菜、まろやかなマヨソース、ご飯と一緒に食べるのがめっちゃうまい。雰囲気も味も大満足のスポットでした。ロマンザでシシリアンライス食べてきました。いやー、念願だったので良かったですね。それにしてもこの長崎街道と柳町、めちゃくちゃ雰囲気いいですね。本当に歴史を感じる風情ある街並みっていう感じで、散歩するのがすごい楽しいですね。長崎街道柳町の一帯には歴史的な建物が点在しています。こちらの旧古賀家は明治時代に建てられた旧古賀銀行の頭取の住まい。もともとは料亭としても使われていたそうで、武家屋敷のような作りが特徴的です。そのすぐそばにあるのが旧牛島家。18世紀初頭の町屋建築を移築復元したもので、江戸時代の暮らしぶりが感じられる場所です。そしてこちらの旧森永家は、今では和紅茶の専門店や鍋島緞通のギャラリーが入っていて、歴史を感じながらカフェや買い物が楽しめます。長崎街道と柳町、いや、見どころいっぱいありすぎて時間足んないですね。結構ゆっくり回ってたら全然時間が足りなくなっちゃうんで欲しいですけど、他にも見たいところがあるのでちょっと先に進みます。明治時代に使われていたガス灯を再現したものがありますね。こういった当時の風景を感じさせようとする街づくりもめっちゃいいですよね。佐賀神社へやってきました。創建は昭和8年。意外と新しいこの神社。祀られているのは佐賀藩第10代藩主鍋島直正公と11代藩主直広公。佐賀の歴史には欠かせない人物です。特に直正公は医学や教育、軍事など様々な分野で改革を進めて、まさに日本の近代化の礎を築いた人物とされています。境内には佐賀藩が日本で初めて製造した鉄製のカノン砲や洋式のアームストロング砲の復元模型もあって歴史を感じられます。さすが鍋島直正の神社ということで、佐賀神社も近代化してますね。佐賀神社の境内には他にも神社が点在しています。まずはこちら、松原神社。佐賀藩の始祖鍋島直重公を祀る神社で1772年に創建。実は佐賀神社よりも歴史のある神社なんです。境内には有田焼の灯籠もあって必見。龍が巻きついた細やかな模様が美しいです。そしてもう一つ、松根社。こちらは鍋島直正公の側近だった古川松根を祀った神社で、礼儀や学問、芸術に秀でた人物として敬われています。この2社を含めて境内には全部で7つの神社があって、
発車参りをすることもできます。佐賀城のお堀ですね。この道路の向こう側の肉まん屋さんはすごい人気店らしいです。このお堀を渡って佐賀城の方に向かっていきます。どの案内板にも古地図が載ってるのですごい分かりやすいですね。これ現在の建物と古地図を合わせて表示してくれてますね。いいね。こちらが旧佐賀県庁の建物だそうです。なんとなく国会議事堂っぽいデザインですよね。佐賀県庁にやってきました。こちらの建物は旧館らしいんですが、お隣に今使っている新館があります。新館の方はなんか昔の建物から増築したような感じになってますね。佐賀県庁に入りました。吹き抜けの大ホールが1階にあります。展望フロア行きの専用のエレベーターがありますね。展望ホールの開放時間がめちゃくちゃ長くないですかね。私は改めて自らの思いをすごいですね。体験証を渡した本当に展望フロアがちゃんとした観光スポットに設計されてます。佐賀県庁の展望フロアは誰でも無料で入れて、360度ぐるっと佐賀の街を見渡せる県内有数の眺望スポットです。天気が良ければ有明海の先に雲仙普賢岳も見えるそう。佐賀県庁の展望フロアを楽しんできました。本当に360度景色を楽しめる設計になっててすごく良かったです。説明の展示パネルとかもあって、もうちゃんとした観光スポットになってましたね。で、なんでいきなりブラックモンブランを食べ始めてるんだって思うと思うんですけど、実はブラックモンブランを作っている竹下製菓っていうのも佐賀県なんですよね。なのでそれで食べてます。佐賀県庁すごい整備されててめっちゃいいですね。隣にファミリーマートがあって、その奥に佐賀地下っていう施設があるんですけど、もともと社員食堂だった場所をリニューアルしてなんか開かれたオープンスペースになってました。佐賀県庁はかなり働きやすそうな環境ですね。佐賀県庁の展望フロアから不思議な形の建物が見えました。これは市村記念体育館という建物ですね。こちらはリコーの創業者の市村氏が寄贈した建物で、設計はコルビジェに指示してた坂倉仁蔵さんですね。このダイナミックでいかにもモダニズム建築っぽいのがめっちゃいいですね。本当に王冠のような形になってますね。この滑り台のような何の用途なんですかね。謎用途ですけどかっこいいな。いや、佐賀市見どころありすぎて時間足んないですね。ここは通称馬洗場です。人工池でホタルの飼育をしているんだって。へえ。佐賀城周辺は本当にすごいいい雰囲気なんですよね。歩いてて景色がすごい楽しいんですよね。さて、石垣が見えてきました。佐賀城本丸跡地の周辺に来ました。いやー、この芝生も手入れきれいにしてますね。さあ、今やってきたのは佐賀城の二の丸ですね。入り口には像がありますね。鍋島直政公です。佐賀城本丸の歴史館にやってきました。今目の前に見えているのがシャチの門ですね。今入り口のこのシャチの門の前にいます。佐賀城は天守閣はないんですが、天守閣があったと言われるのが今見えているあの先にある天守台ってところですね。あそこに天守閣が築かれていたそうです。何でもこのシャチの門には明治7年の佐賀戦争の時の弾痕が今も残っているそうです。ああ、見えますね。残ってますね。想像よりはるかに弾痕ですね。いや、こう見ると結構上の方にもあるし、相当激しい戦いだったんでしょうね。さあ、入っていきましょう。さあ、そしてこちらが佐賀城本丸歴史館です。ここは江戸時代、佐賀藩の政治の中心だった本丸御殿の一部を忠実に復元した施設です。木造の復元建物としては日本最大級の規模を誇ります。見どころの一つが
320畳の大広間の再現。そのスケール感は実際に立ってみると圧巻です。そしてこちらが直政公が実際に過ごしたとされる御座の間。ただの復元ではなく、江戸時代の建物の一部がそのまま残っているというのも大きな魅力です。佐賀城歴史館行ってきました。鍋島直政公と幕末、そして明治維新の資料がすごい充実していて、入館料無料っていうのがびっくりしました。天守閣はないですけど、かなり見応えありますね。そしてこちらが佐賀城のお堀ですね。お堀を取り囲んで散歩コースがあって、散歩してる人も結構いますね。佐賀城周辺歩いてて思ったんですが、結構入り組んでて迷路みたいになってるのが面白かったです。実はこれちゃんとした理由があるんです。佐賀平野はもともと水はけが悪い土地で、昔から農業や暮らしを支えるためにクリークと呼ばれる水路が無数に張り巡らされてきました。地図で見ると縦横無尽に走る水路がまるで網目のように広がっていることがわかります。こうした土地の特徴があるからこそ、佐賀城も水に囲まれた城として独特な姿をしているというわけなんです。続いて佐賀城跡のお隣にあるところに来ました。佐賀県立博物館ですね。これまたモダニズム建築という感じで、このファサードめちゃくちゃインパクトありますね。ちょうど今6時で6時までなのでギリギリ入れませんでしたが、でもこの建築が見られてよかったですね。いやー、迫力あるな。そして博物館のお隣にあるのが佐賀県立美術館ですね。博物館と美術館が隣り合わせでセットで楽しめることになっています。しかもどっちも入館料無料っていう、なかなか信じられない感じですよね。佐賀城周辺だけでもめちゃくちゃ見どころいっぱいありますね。で、今から一旦駅前に戻ってもう一箇所だけ行きたいところがあるので、そこに向かうと思います。ということで佐賀城から駅前の方に戻ってきました。佐賀市でもう一つだけどうしても行きたいところがあるので、車を借りてここからちょっと向かっていきたいと思います。佐賀駅前から車を20分ぐらい走らせて筑後川沿いにやってきました。佐賀市でどうしても見たかったのがあれです。やってきたのは筑後川紹介橋。橋の真ん中が上下するちょっと変わった可動式の橋です。完成は昭和10年。もともとは鉄道用で、竣工当時は東洋一の可動式鉄橋と言われていたそうです。現在は遊歩道として開放されています。夜はライトアップして幻想的な雰囲気が感じられます。3月から11月は9時まで空いてるみたいです。夜景が美しいですね。いや、近くで見ると迫力ありますね。日中で管理室に人がいるときは開閉してくれるみたいな話が書いてありました。さすがに筑後川の真ん中だから風がめちゃめちゃ強いけど、いや、すごい迫力です。いや、見られてよかったですね。いや、めっちゃ綺麗ですね。佐賀市のスポットって言ったんですが、実は筑後川を挟んで佐賀県と福岡県の県境になってるんですよね。で、僕がいるのは福岡県側にいます。なので厳密には佐賀市ではないんですが、半分佐賀市。車を返して佐賀駅に戻ってきました。最後ご飯を食べてから帰ろうと思います。夕飯はドライブイン鳥佐賀店にやってきました。このお店は伊万里発祥の人気焼き鳥チェーンで、ここ佐賀店は一人でも入りやすくて、店内も清潔感バッチリ。今回頼んだのは定番の一番定食。若鶏に鶏飯、鶏スープがついてボリューム満点。網焼きスタイルで自分で焼いて食べるのも楽しいです。特製の秘伝のタレにニンニク胡椒を混ぜて食べるのがマジで美味しかった。追加で頼んだ鶏生姜も最高で、ご飯が止まらなくなるやつでした。
安くてお腹いっぱいになってマジでうまい。また来たいお店です。ということで今回は佐賀県佐賀市を観光してきました。いや想像よりはるかに良かったですね。本当に見どころがいっぱいあって時間が足らなかったですね。街を歩いてて思ったのはどこの観光スポットもすごい整備されて観光しやすい状態になってるんですよね。観光客に優しい街の作りがしっかり考えられてるんだなと思いました。のんびり歩いてしっかり楽しめる、歩けば歩くほど味が出る街でした。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。